こんにちは、たかしです。本日は11月5日土曜日、週末ですので、来週7日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは週足です。今週の週足は大きな陰線で引けております。ただ下髭も出てますので、少し反発の兆しもあるんですけれども、これ先週ですね、この緑のボックスを上抜けてそこからのさらに上昇になるかと思ったんですが、今週すんなりと下げてきました。かなり分かりにくい動きをしているなというそんな印象ですね。現在はこのボックスの上限を下抜けてきてますので、来週も大きく下落するのかどうかというところなんですが、一旦は調整の上昇を待ちたいですね。今先週の週足の実体部分を包み足になっておりますので、また下髭も出てますので、一旦の調整の上昇を待ってそこからの戻り売りっていうところでしょうか。ただ基本的には週足、これは上昇トレンド中ですので、今ここから大きく下げていくかどうかと言われると、それは懐疑的です。基本的にはやはりまだ上昇していくと考えてますので、一旦このボックス上限ブレイクっていうのは打ち消された形ですが、再びもう一度上げてくる可能性もありますので、今週強めの陰線で終わったからといってここからまだ下落するっていうのは考えにくいかなと思ってます。それでもストキャスティックスは高値圏からデッドクロスしそうになってきてますし、マクディのモメンタムも少しずつ減ってきてますので、来週やはりどうなるかですね。今週のこの下髭の髭先、ここを下回ってくるようですと、もう一段深く下落してくるかもしれませんけれども、一旦は今週の安値、今週の高値っていうところでのレンジを想定します。では日足です。週足でお話ししていました今週の安値、今週の高値っていうところにこの黄色のボックスを描いてます。このボックス内でしばらく動くイメージですね。ただ今週は強く下げてきてますので、金曜日反発はしてきたんですが、やはり一旦はじりじりと上昇後の戻り売りがされやすい試合だと考えてます。まだストキャスティクス安値圏までもう少しありますので、週明けも一旦は戻り売りというところでしょうか。マックでもかなり弱い状態ですので、このままどんどん上げていくというイメージではなくて、金曜日は大きく反発してきましたが、もう少し上げたところはまた戻り売りがされやすいんだろうと。そして戻り売りはされやすいんでしょうけども、週足の GMMA も上向き、今日足の GMMA にぶつかって反発っていうところで、やはりここは底堅いとも考えられますので、まずはこのボックスを下抜けるかどうかというところですね。基本的にボックスをイメージした場合はボックス内のトレードになりますので、安値圏でのロング、高値圏でのショート、そして抜けた方へついていくっていうのが基本になりますので、中途半端なところ、この真ん中付近とかでやっていくのは優位性がなくなってきます。現在はまだ戻り売り優勢と思ってますので、買い足で戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと。ただ日足の GMMA で反発しているっていうことは忘れないでトレードしていくのが良さそうです。では4時間足です。4時間足の目線切り替えポイントはこのオレンジのラインですね。164.865 というところ、この安値、髭先に引いてるんですが、ちょうどその付近で今反発しそうになってきてます。ここは以前にここにエリオット波動を描いていたんですが、その4波、ここが4波の安値になりますので、その付近というところでエリオット波動の修正波も一旦達成かなとは考えるんですが、修正波は A、B、C という風に動くことが多いので、今ターゲット的には達成したんですが、今調整の B 波が出ているのかなと。そこからもう一度 C 波、これが先ほど言っていた戻り売りの部分ですね。A で B で上昇して C 波で、この C 波がこのオレンジのライン、つまり金曜日の安値を下抜けられるかどうかというところですね。この金曜日の安値を下抜けてくると比較的大きく下落していく。次はこのラインですね。160円ぐらい、その辺ぐらいまで落ちてくる可能性があるんですけれども、それまでには結構抵抗体がありますので、そこで反発してこの下抜けたけど騙しで上昇するというようなイメージも持てますので、この下抜けた時はちょっと注意が必要ですね。ただ基本的にはまだ戻り売り優勢だと考えてます。そして4時間足の GMMA も今反転して下向いてきてますので、次はまずはここですね。GMMA にぶつかるあたり、この辺付近で戻り売りをしていくのがやりやすいと思います。ストキャスティクス
は今上昇中ですので、これが高値圏、こういったところですね、ここでのデッドクロスをするようなところまで上がってくれば、そこからの戻り売りをしやすいと思いますので、週明け GMMA と接触するところ、もしくはストキャスティクスが高値圏でデッドクロスするところぐらいまで上がってくれば、その辺で戻り売りを仕掛けていくことが可能なのかなと。ただ戻り売りをしたとしても、あまり下げ渋る、あまり下げないようですと、次は大きめの上昇、次ここですね、最高値を目指して上昇してくる可能性がありますので、あまり長く保有するというよりも、下げ渋るようなら早めの撤退をする方がいいかもしれません。では1時間足です。1時間足には別の黄色のボックスを描いてます。これ過去のもみ合いゾーンなんですが、今はそこを下抜けてきてますので、一旦はこのボックス加減ぐらい、ここが次意識されてくると思うんですね。この辺までの戻しを待ちたい。価格では 167.8 ぐらいですね。168円手前というところなんですが、これちょうどこの青いラインとも重なってます。このラインっていうのが、この高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% ラインになります。それが 167.783、167.8 付近なんですが、ちょうどこの黄色のボックスの加減とも重なってますので、この辺は強めの反発になると思います。そして4時間足の GMMA が走っているのはこの辺なんですよ。ちょうどその辺が全て重なってきますので、週明けもう少し上昇したところで168円手前ぐらいのところで上げ渋るなら、ここからは一旦戻り売りというところを考えていけると思います。ただ今1時間足の GMMA に結構深く突き刺さってきてますので、ここまで上昇してきた場合、168円手前まで上昇してきた場合は GMMA を上抜けてきます。そうなると戻り売りをしても次 GMMA にサポートされて上昇するということも考えられますので、その辺は注意ですね。なので先ほども言いましたが、戻り売りで下げ渋るときは早めの撤退をする方がいいです。1時間足単位の上昇トレンドに入っていく可能性というところも考えておきたいですね。ただ4時間足ではまだまだ戻り売り優勢となってきてますし、 GMMA が下がりかけのところですので、もしかするとここから大きめの下落になるということも考えられますので、その辺どちらのシナリオも持ってトレードしていくのが良さそうです。昨日は雇用統計の関係で上昇はしてきているんですけれども、ここでダブルボトムというかトリプルボトムですねをつけて上昇中ですね。現在は一旦この戻り高値、15分足での小さな戻り高値のところで反応していますね。次のターゲットとしてはこの辺ですね。この辺に小さく戻り高値をつけてますので、この辺付近 168.2 付近ですね。この辺まで上昇してくる可能性もありますが、先ほど言ってた167円後半から 168.2 ぐらい、この辺っていうのは意識されてくるポイントですので、その辺で上げ渋る、もしくは下落のパターンが出れば戻り売りをしていくのがまずはいいのかなと考えております。ただここを強めに上抜けてきた場合、このボックス内に完全に戻してきた場合ですね、このボックスの加減を突き抜けて、そしてこのボックスの加減がサポートになって、ここでもう一度押し目買いみたいに動くときは、一旦はボックスの上限を目指してくると考えますので、その場合は押し目買いっていうところで狙っていってもいいのかなと。その場合は1時間足の GMMA も十分上がってくると思いますので、その辺を目安にですね、1時間足とか15分足ぐらいで GMMA にサポートされて上昇していく、押し目買いで上昇していくような時はそれに乗っていけばいいと思います。ただやはり週前半は4時間足の GMMA に反応してくると思いますので、この辺でどうなるかという分岐点になりますので、168円前後での動きに要注目というところでしょうか。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。で、終わるところなんですが、ご案内を忘れてました。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者用の分かりやすい動画を週1本アップしていく予定です。月額490円ですので、コーヒー1杯分ぐらいと思えば、それほど抵抗のある価格じゃないと思います。たくさんの方のご登録をお待ちしております。それでは、たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。